こんにちは。アバウトホームのゆうへいです。今回は前回やったリビングの模様替えの後に少し気になるところがありました。それを直していきたいと思います。じゃあどこが気になったのかというと、それがこちらです。無印のユニットシェルフをテーブル代わりに使っていたんですけど、色味に少し違和感を感じたので、こちらを新たに購入したテーブルに変えていきたいと思います。今回購入したテーブルなんですけど、実はちょっと訳ありです。ただ、形や色味、サイズや価格と全体で見るととても気に入ったので、訳あり部分を取り除いて使っていきたいと思います。ということで、久しぶりに DIY をします。そして素人にありがちな失敗を犯してしまいました。購入したテーブルはヤマトの家財宅急便で届きました。予定が合わず電話で問い合わせをして玄関先に置いてもらうことになりました。まだ開封していないので、これから開封していきます。画像では確認していましたが、実際見てみないとどの程度の問題なのかわからないので、少しドキドキしています。でも、新しい家具を開けるときって結構ワクワクしますよね。実際に見てイメージ通りだったのでほっとしました。このテーブルは楽天市場で 16,500 円で売られていたものです。送料はまた別途かかっています。ご覧の通り天板の日焼けが目立っています。今回はこちらを直していきたいと思います。準備したものを並べていきます。ヤスリにビニール手袋、ヤスリを取り付けて削るものやマスキングテープ、一番大事なオイルを取り忘れてしまいました。すいません。まずは削りたくない部分をマスキングテープで保護していきます。サイドに傷が見つかったので一部開けました。こちらもついでに削っていこうと思います。最初に目の粗いヤスリで削っていきます。使うのは400番。正しくは木目に沿ってやるのがいいのですが、自宅用なので細かいことは今回気にせずやっていきます。いまいち削りにくくて、ヤスリは素手で持つことにしました。もう少し削ってみます。こんなもんでどうだろう。続いて目の細かい1000番のヤスリで削っていきます。表面がツルツルになってきました。こちらが今回塗るリボスのオイルです。そうです。取り忘れたやつです。どう？ビフォー、アフター。変わってない。失敗です。これじゃダメだ。思いのほか日焼けが深かったので正直甘く見ていました。失敗は成功のもと。
次回に活かします。ということで工具に頼ることにしました。サンダーで削っていきます。こうやって見るとまだまだ削らないといけなかったっていうのがわかります。使っているのは240番のヤスリです。深く削るためさっきよりも目の粗いものを選んでいます。日焼けした部分と全体の色の差がある程度なくなるまで削っていきます。2度目の失敗がないように。これぐらいならオイルで目立たなくなりそうな気がします。1000番のヤスリを使い切っちゃったので600番のヤスリで仕上げていきます。さて今度はどうでしょう。もう失敗はしたくない。では見比べてみましょう。ビフォー、アフター、許容範囲、ビフォー、アフター。乾いてからもう一度オイルを塗れば大丈夫そうです。今回削らなかった部分も木部の保護のために塗っていきます。それでは設置していきます。無印のユニットシェルフの優れた点は、解体できて使わないときにコンパクトに収納できるところ。一つのスペースとして色がまとまったような気がします。どうでしょう？いい感じ？お気に入りのスペースが整って、また気分よく過ごせそうです。心なしか桜も夕日も一段と綺麗に見えます。皆さんがもしテーブルのメンテナンスをするときは、僕と同じ失敗をしないように気をつけてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画が良かったら、高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。
どんな些細なことでもいいのでコメントをいただけるとすごく嬉しいです。では、また次回の動画でお会いしましょう。